こんにちは、コスプレイヤーの逆ヨガだよ。今回は、大の大冒険に登場するマダンガンを作ってみました。トリガーを引くと呪文をイメージしたカラーに光ります。これはシャドウ弾ですね。では別の弾に入れ替えてみましょう。今度は何の呪文が込められているのかな？はい、こちらはホイミ弾ですね。回復の緑ですね。では、早速みんなで作ってみましょう。 COS ボードという材料から一通りのパーツを切り出します。COS ボードとはコスプレ造形向けのボード素材です。軽くて柔らかいですが、簡単には破れません。曲げても折れません。アニメショップ、東急ハンズ、手芸店、通販などで買えます。型紙を使って切り抜きます。動画の説明欄で型紙のリンクや COS ボードの販売店を詳しくまとめてます。一通り切り抜きが終わりました。COS ボードはダイソーの EVA スポンジシートなどで代用できます。まずはバレル、重心のことですね。それを組み立てていきます。発光させた時に光がよく反射するように銀のテープをボンド G17 で貼り付けていきます。銀のテープとボンド G17 はホームセンターで買ってきました。端と端を接着して筒状にします。このような接着しがたい箇所の接着の場合は瞬間接着剤と合わせてアルテコスプレーという瞬間接着剤硬化スプレーを使っております。これを使うと硬化が非常に早くなり、とても作業がやりやすくなります。ホームセンターの接着剤売り場で売られています。最終的にトリガーにスイッチをつけるんですが、そのための配線を作ります。リード線と接点となるネオジウム磁石をハンダ付けします。後に弾丸側にも磁石をつけるのですが、そちらと磁力でカチッとはまるために磁石を採用しました。磁石は100均でネオジウム磁石を買ってきました。ハンダゴテはホームセンターやダイソーに売ってます。2本分ハンダ付けが終わりました。ハンダ付けしたものをバレルに開けた穴に差し込んで瞬間接着剤で固定しておきます。少し飛び出した感じにしておくのがポイントです。これでバレルの組み立て完了です。逆ヨガ、大の大冒険やドラクエの動画は他にもたくさんあります。この動画の後にぜひ他のも見てってくださいね。バレルを覆っている上部のフレームを組み立てます。まずはパーツの接着です。瞬間接着剤は100均ので OK だよ。少しくぼんでいる箇所があるので、一度対象の箇所を切り抜いてしまいます。そして少しずらして戻して、それを接着するという方法を取ります。これで簡単にくぼみを再現することができます。一通り仕上がりました。パーツの端と端を瞬間接着剤で接着します。フレームの後ろ半分の部分も組み立てていきます。順次パーツを組み立てて後ろに接着してつなげていきます。バレルから生えているリード線を通すための穴を開けておきます。バレルをフレームの中に通して、さらにリード線を先ほど開けた穴から通します。そうしたら端の方を接着して組み合わせておきます。これで上部フレームの組み立てが完了です。フレームカブを組み立てていきます。まずはパーツを貼り合わせていきます。グリップに筋があるのでハンダゴテで掘っておきます。グリップを接着します。下部フレームを上部フレームへと接着します。配線の先にスイッチをハンダ付けします。こういった電子パーツは専門店で買ってます。ネット通販なんかでも買えます。サイトでこういったものを売っている通販店をまとめてますので、サイトもご覧ください。グルーガンでトリガーにくっつけておきます。グルーガンとは樹脂のスティックを熱で溶かして打ち出す道具です。ホームセンターや100均で売ってます。ところで皆さん、大の大冒険ではどのキャラが好きでしょうか？僕はマームが好きなんだよというわけで現状こんな感じです。残りのパーツを組み上げていきます。これはサイトみたいなパーツですね。まずハサミで形を作り出していきます。加工が終わったら本体へ接着します。後ろの方にある装飾パーツを組み立てて本体へと接着していきます。最後に蓋を作ります。
まず円形に切ったパーツを削って角度をつけます。それをもう1枚の円形パーツへと接着します。指を引っ掛ける部分を接着します。開閉用の蝶番を接着します。これはホームセンターで買いました。同じく開閉用にネオジム磁石を接着します。そして本体の対応する位置にも接着します。これにて組み立て完了です。次は塗装に行くよ。逆ヨガ。動画の補足情報や型紙データ、作業時の注意点などをサイトでまとめてます。これから作る人は必ずサイトを見てくださいね。サイトのリンクは動画の説明欄にあるよ。造形ベースを塗ります。造形ベースとはコスプレ造形向けの塗装下地です。これを塗ると塗料ののりが非常に良くなります。COS ボードとセットでよく販売されております。ジェッソなどのアクリル絵の具の下地や水で少し薄めた木工用ボンドで代用することもできます。造形ベースが乾いたらホームセンターで買ったラッカースプレーでベースカラーとして真っ黒に仕上げます。金色に塗り上げます。動画ではエアブラシを使ってますが、ラッカースプレーなどでも構いません。お好みの方法でどうぞ。塗料はプラモデル用塗料のミスターカラーを使ってます。ミスターカラーもエアブラシもおもちゃ屋さんの模型売り場で売ってます。バレルは銀色に塗っておきます。色を塗り分けたいのでマスキングテープを貼り付けていきます。マスキングテープはホームセンターやおもちゃ屋さんの模型売り場で売ってます。銀を混ぜた金色を塗ります。動画だとちょっと色味が分かりづらいですね。グリップは茶色に塗り上げます。残った部分はサクッと筆で塗って仕上げてしまいます。最後に蓋の蝶番を接着したら、これにて銃本体の完成だよ。重量は 145g、全長は 30cm となっております。続けて弾丸を作ります。ここからが見どころ、最後まで見てね。まずは発光ユニットを作ります。発光部は車用の LED バルブを使います。ホームセンターで売っている 12V の電池をつなぐだけで簡単に光ります。というわけで発光ユニットを作っていきます。ここからはハンダ付け工作となります。まずは接点となる磁石をリード線につなげた後、LED バルブや電池ケースをハンダ付けします。今回使った電子パーツの販売店などはサイトに詳しくまとめてます。ユニットができたので電池を入れてテストします。バッチリ！てなわけで4色分作りました。続けて弾丸本体部を組み立てていきます。まずは模様をハンダゴテで彫ります。グルーガンで発光ユニットと COS ボードのパーツを接着します。発光ユニットの磁石部分を穴に埋め込んで接着します。ちなみに LED バルブですが、2個セットでしか販売されてなかったので、せっかくなので並列につないで2個ともつないでおります。最後に弾頭部分を組み上げます。これにて組み立て完了です。次は塗装だよ。銃本体と同じ流れで塗装します。造形ベースを塗って、ラッカースプレーを塗って、エアブラシで色を塗っていきます。細かい模様はマスキングテープで保護してから色を塗ります。残った細かい部位は筆で塗ります。ホームセンターで買った透明なプラスチックの板を切り抜きます。それを瞬間接着剤で貼り付けて、さらにそれを本体に貼り付けたら一通り完成です。弾丸の重量は 20g、全長は 11cm となります。というわけで弾丸に魔法を込めましょう。では弾丸を入れていきます。まず最初はヒャド弾ですね。氷のようなイメージの青い光です。そして次はホイミ弾、回復をイメージした緑の色ですね。そして次はイオ弾、爆発をイメージした黄色い色です。そして最後はメラ弾、赤い真っ赤な炎です。制作時間は21時間、材料費は4000円です。質問があればコメントでどうぞ。
マダンガン用ガンベルトの動画もあるので、よかったら見てね。よろしければチャンネル登録お願いします。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。またね。次の動画でお会いしましょう。